この前いた店がザ・寿司屋みたいな和な感じだったので、和のお寿司屋さんってどこにでもあるので、ちょっと他にはない寿司屋作りたいなっていう考えではあったんですよね。やっぱりすすきのってうちの一軒で楽しむっていうよりかはいろんなお店へ行って遊ぶっていう場所だと思うので、自由な形でっていうのがモットーですね。修行は一つのお店で長く勤め上げた。そうですね。過去前に働いてた寿司膳という会社に、ずっと働いてまして、僕はもう入社してすぐすすきの店っていう店舗に行って、創業店にあたるお店なんですけど、そこにいましてずっと動くことなく、なのですすきのでしか仕事がしたことないんですよね。なるほど。はい。じゃあもうすすきのを知り尽くした大将。知れてないですけどね。いやでも札幌といえば札幌クラシックですね。札幌クラシック。北海道来たんで。はい。まあ、ビールもいろんな銘柄あるじゃないですか。はい。クラシックの、はい、なんか分かりやすい特徴って何なんですか？辛口かつコクもしっかりあって、バランスがすごくいいと思います。もう飲む人だったら、5杯とか6杯飲んでもずっと飲み続けれるような、ビールではありますね。寿司平さんは、はい、仕入れのルートは基本なんかその北海道の市場とか豊洲とか仕入れはどうされてるんですか？基本的には北海道の魚屋さんから仕入れてるんですけど、マグロだけですね、豊洲の山行さんから仕入れたりします。北海道の秋じゃこになりますね。1品目からいきなりこう甘だれを使った料理が出てくると結構珍しい。僕もお酒好きなんで、はい、もう最初からお酒のおつまみになるようなものっていう。うまっ。なんか味めちゃくちゃ濃くないですか？もちろん爪の甘さもあると思うんですけど、シャコ自体にすごいなんか甘く感じるんですが。そうですね、北海道のシャコって結構インパクト強くて、めちゃくちゃ味濃い。サイズも大きいのと、味もしっかりしてるのがありますね。なので爪に負けないというか、いや面白い。なんか1品目からこうなんていうか甘じょっぱい感じというか、確かにお酒をいきなり飲ませてきますね、大将が。このなんか雰囲気もさっきデザイナーさんにこだわって作ってもらったって話あったじゃないですか。あえてこういうちょっとモダンな感じにしてる理由っていうのはあるんですか？そうですね、それこそその前いた店がザ・寿司屋みたいな和な感じだったんで、正直和のお寿司屋さんってが当たり前だったりとか、どこにでもあるので、ちょっと他にはない寿司屋作りたいなっていう考えではあったんですよね。それで個人的に
ワインが好きなんで、デザイナーさんのワインが好きなんで、ワインの似合う寿司を作りたいっていう話をしたので、あえてカウンターも白木カウンターはやめて、でこれアフリカの木なんですけど、アフリカ？はい、アフリカの、10メートル近い一本の木を板を切って作ったんですけども、すごく硬いんですよ。はい、なのでタフに使えるというか、でワイン飲む時って結構気使うんですよね。そうですね。で白木カウンターってグラス引っかかるんですよ。なので回しやすいような、そういう理由も含めて。そうですね。クエは山口産のクエ、25キロのクエですね。今日で26日目熟成になります。粒は北海道えりも産の松粒になります。これで1ヶ月弱ですか？そうです。でもまだそんなすごい寝かせてる感ないですよ。あ、本当ですか？はい。粒貝めっちゃ美味しいです。今一番いいところっていうか、そうなんです。タイミングとしては。うまっ。で日本酒ですよね。そうです。はい。バナナさんのこういう脂肪瓶のサイズはワイングラスで出すようにしてるんですよね。はい。やば。ホタテのそべ焼きです。シンプルに美味しいやつ。でも本当に美味しい海苔じゃないと海苔だけで食べて美味しくないですよね。そうですよね。はい。これも戻りガツオですか？そうですね。ただちょっと最近まばらというか、もう時期そろそろ終わりかなっていう感じなんですけど、最後と一緒です。いいの入ってよかったら。腹側っすよねこれ。そうですね。出来たてだ。めちゃくちゃ気持ちいい。気持ちいい。立派ですね。できるだけ大きいの選んで仕入れたやつ。ちょっと半生っぽい感じですか？そうですね。これはちょっと自分の好きなんですけど。自家製のカラスミです。塩分かなり抑えてるんですよ。で味噌漬けにしてるので、ちょっと甘さというか、噛むとちょっと塩味がきて。そうですね。ちょっとお酒のつまみとしては塩分も必要なんで。完全に酒飲ませてきてますね大将が。美味しいです。地酒との相性も抜群。最高の贅沢です。でもね、寿司膳さんといえばやっぱ札幌の高級寿司のパイオニアというか。そうですね、代表するというか老舗の老舗ですよね。はい。仕事がすごい丁寧みたいなイメージが強いですね、寿司膳さん。いや、そうですね。寿司膳から出た人の寿司の握る素振りとかは正直
分かっちゃうんですね。へえ。はい、フォームだったりとか、はい、結構僕もその寿司膳で修行してた時はフォームがすごく厳しかったイメージがありますね。そこの指導入るんですか？はい。へえ。やっぱお寿司屋さんによって握り方のフォームっていろいろあると思うんですけど、はい、よく言われてたのは、まあ、もちろん汚い動きはするなっていうのは当たり前なんですけど、無駄な動きをするなと。はあ、はい。なので手数も少なく、はい、かつ丁寧にっていうのはよく当時先輩に厳しく言われてましたね。いや、じゃあちょっと今日握りパートすごい楽しみにしてます、ね、フォームをぜひ注目ということで、はい、今時期の北海道マダラの白子、北海道ではマダチっていうんですけど、はい、タチ、はい、の手前が、釣りホッケ、釣りボッケって言われるんですけど、ものすごい大きいホッケですごい脂の乗りがすごいんですけど、それを酒粕につけてお出ししてます。冬だな。でもうわうまっうまっ。繊細だけど味付けがほんのりで美味しい。次の日本酒ですか？大将の策略にまんまとハマってます。完全にのんべえのんべえのような。これがすすきのスタイル。すすきのスタイル。超うまいから。行ったことねえからよ。知らないからな。北海道産のブリしゃぶでお出ししてます。多いですよ。肉肉しいです。そうですね。これも5日ほど熟成してお出ししてます。ブリって氷見がかなり上のグレードっていうイメージなんですけど、結構それ超えるぐらい北海道のブリって物が良くなってきてるので、はい、ラウスとか有名ですよね。そうですね。シーズン出始めはラウスなんですよ、オホーツク海側で、その後太平洋側だったり日本海側、後半が日本海側、函館ですかね。でそこから本州の方もブリが良くなってくるんですけど。これお野菜って何ですか？セリ。はい、秋田のセリなんですよね。めっちゃ美味しい。で、秋田のセリすごく根が長いんですよね。やっぱり、はい、セリの醍醐味って根のところなので。あん肝になります。日本酒と飲むことで完成される一品。この寿司平さんに行きたいってなったら、予約はどうやって取ったらいいですか？もちろん電話でもご予約取れますし、寿司平のインスタグラムのアカウントあるので、こちらの DM からでもご予約取れるのと、あとは食べログ、グルナビ、ネット予約ですね、もう取れます。で時間も結構自由に選べる感じですか？そうですね。時間指定コースではないので、6時から18時ですね。オープンからお好きな時間でご予約は取れますね。わかりました。ありがとうございます。あとは全然当日でも席空いていればご案内もできます。今日も平日でもすごい繁盛されてずっと満席がついてて、正直予約ゼロの日があるときにいきなし満席になることとかもあったりするんで、波が。そうですね。なかなか予約専門だとその日の分の魚の仕入れとかって決まってるんですけど、まあそういうふうにいつでも受けてる分魚仕入れとかなきゃいけないんで大変ではあるんですけど、やっぱゼロから引き出し満席になるとすごく嬉しいなと思いますね。いやー、それはでもなんか地力がちょっと正直まだ予約困難点ではないんで、予約困難点になれたら嬉しいですけど、
なったらなったでちょっと寂しいのもあります、ね。ただそれこそ夜の街なんで、だいたい9時以降になってくると落ち着いてくるんですよね。そういう方にお好みで食べてもらって、本当締めに食べてもらうような感覚でもいいなとは思ってますね。お寿司はやっぱり気軽さというか、値段は正直高級で高い食なんですけども、ファストフードというイメージで、本当お客さんの好きなこういうタイミングだったりとか食べたいものとかで出せたらなっていう考えですね。それの現代版みたいな感じ。そうですね。どうしてもファストフードってなったりすると金額も頼み方も気軽っていうイメージはあるんですけど、すごく贅沢なファストフードという考えでやってはいますね。剣先イカお塩で出してます。最高です。北海道基本的にヤリイカかマイカ、スルメイカなんですけど、やっぱお寿司に合うのってスミイカか剣先だなと思って自分から仕入れるんですけど、普通に握れないんですよね。こういう風に包丁に細工してお出しするんですけど、割とシャリの中では食べやすいシャリかなと。これ中トロですか？場所的には中トロになります。大溝貝、釧路産です。生姜でお出ししてます。大溝貝。大溝貝。見た目本当鳥貝に見える。貝の形はみんな個性なんですかね。あるんだよね。好みもあるし。ニル貝っぽい。今取りだね。食感あるけど柔らかい。生姜なんと甘さも引き立つんですよ。これはやられました。全国700件ぐらいと歩いてて記念すべき初めての一貫。幸せだ。やっぱきつく締まってないですね。っていうのは置いてるから。3日4日置いてるからで熟成じゃないですけど、タンパク質が分解したら結構甘さに変わってくるので、ジューシー。ただ夏場は1日で出します。季節で変えたりしますね。白い北海道を代表するのは甘エビだったりボタンエビなんですけど、ちょっとこっちの人にも食べたことないものを食べてもらいたいということで白エビ結構使うことは多いですね。久々に食べました白エビ。ただ夏場の方が量は多いイメージありますね。冬の方が脂が乗ってそうなイメージ。イメージはただ年間通してしっかり脂乗る魚ですね。
ブリンブリンしてる。そうですね。食感もありつつ脂が乗ってる魚になりますね。キンキは北海道のネタですよね。そうですね。美味しい。優しい甘みの脂。甘いわ。海苔がすごいしっかりしてる。そうですね。特にイクラとの相性は、うまっ。海苔がすごいしっかりしてる。そうですね。口どけがすごい。バフンウニのになります。浜中ですね。うわ、濃厚系。寿司屋のハーゲンダッツ。ミネラル感と低温調理で入れた感じと甘だれのバランス美味しい。今シーズンベスト毛ガニの寿司だ。気持ちいい気持ち悪い。身がすごい毛ガニ。いや、俺はね、味めちゃくちゃ濃い。こんだけ細かくしてもこんなパキパキしてるんです。そうですね。ヤリイカはもっと柔らかいんですよ。で、剣先は結構強いんで。うまい。ホッキって結構癖ある貝の一つなんですけど、汚れしっかりきれいに取って、ホッキ嫌いな人でも食べれるぐらい仕込みには気を使ってますね。それは火を通すってことですか、仕込みって。そうですね。火を通すんですけど、お湯に一瞬くぐらせてすぐ氷水に入れるんですけど、その後にペーパーでしっかり表面のぬめり取ってあげたりとか、そうするとさらに食べやすくなるんで。ホッキめちゃくちゃ美味しいですね。やっぱ北海道を代表する一つ貝です。北海道来たって感じがします。はい。まだ酸っぱさがそうですね。はい。フレッシュな感じですね。特にちょっと今のタイミングではなかったんですけど、トロとか食べた後に口の中さっぱりさせるようなタイミングとかですね。はい。甘みがありますね。うちこれ何で甘さ強いと思います。はこれ砂糖系何で使ってるんですか。上白ですね。上白糖。はい。マグロが好きなんで、マグロと合わせるのってやっぱある程度糖分僕は強くないとっていう考えなんですよね。な
でもすごい個性的な甘い、甘酸っぱい。はい。寿司平さんのはい。こだわってらっしゃるところとか、はい、大切にされてるところってどんなところですか？時間指定だったり予約制だったりとかっていうのがあるので、絶対にそれをしないっていうこだわりですね。っていうのはやっぱりすすきのってうちの一軒で楽しむっていうよりかはいろんなお店へ行って遊ぶっていう場所だと思うので、結構そのできるだけ自由な形でっていうのがモットーですね。でも本当に1次会でも2次会でも3次会でもそうですね、営業している範囲内では全然自由な感じでですね。この大溝貝、これはもうめちゃくちゃ良かった。記憶に残りました。初めて食べました。僕も正直知ったのつい最近みたいなもんです。やっぱ北海道のお寿司屋さんいいなって思いました。すごくそう思っていただけるとありがたいですね。今やっぱり全国的にレベルが高いと思うんで、特にやっぱ銀座は当たり前だと思うんですけど、福井とか石川とかもすごいお寿司のイメージ強いんで。でもやっぱ北海道ネタが最高ですね。ありがとうございます。美味しかったです。本当ありがとうございました。楽しい時間を今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ごちそうさまでした。ありがとうございます。